硫黄臭さが抜けるので、おか揚げといってこのままねざるに置いたまま最適なね火の入れ加減にしてはい、おでんの作り方ということで、寒くなってきましたので今日はおでんの作り方を紹介しようかと思います。で、用意するものが生卵、わかめ、大根、玉ねぎ、こんにゃく、手羽元、さつま揚げですね。と今日使うだしは、これは干し椎茸を、水で半日ほど戻しただしですね。椎茸のだしと、こちらが、一番だしですね。昆布と、粉とかつお入れてだしを引いていきます。この辺のね野菜だとか、こっちの動物系のおでん種なんかは、お好きなものを選んでくださいと。で、僕のおすすめはね、これしっかり出汁が出るので手羽と、さつま揚げは僕がねおでん作るときは、必ず入れるようにはしてますかね。では、おでん作っていきたいと思いますと。で、一番だしはこちら昆布を水で一晩戻したものを火にかけて、で鰹節だしを取るという形ですね。この沸騰直前で、昆布を取り出して、ここから、温度を上げますと。でこうやってね沸かすと、多少アクが出ますんで、アクを、すくい取って、で昆布だしが完全に沸いたら一旦火を止めますと。で火を止めて、2呼吸ほどね置いてから、かつおを入れます。でこのまま10分ほどね落ち着かせてからこのかつおをこしていきますと。でこれでね綺麗な一番だしが取れますよと。ざるにキッチンペーパーねかませてあげて、ここに、だしをこしていきますと。でこのね余ったかつお節はここでねこう絞るとどうしても雑味が出てしまうので、ボウルに上げてあげて、自然とねこう出汁が落ちるのを受け止めてあげますと。今度ねこっち椎茸なんですけれど、椎茸はね人によって様々だとは思うんですが、僕はね、水で戻して、ここからはね火にかけずに、そのままざるでこして、こっちのね落ちた椎茸の出汁を使いますと。椎茸の出汁と、一番だしという形ですね。はい、そしたら食材の下処理をしていきたいと思いますと。食材のね下処理はこういう大根なんかのね野菜類はしっかりねこう面取りしておくと、煮崩れませんので、多少手間なんですがやってみてくださいと。で、大根の場合はねこういった形で十字に切り込み入れておいてあげると、味の染み込みとね火の入りが早いので、あとこんにゃくですね。こんにゃくもね、こういった形で細かくね切り込みを入れておいてあげると味の染み込みが良くなります。あと玉ねぎですね。この外側の硬い皮を剥いて、であとね、適当な大きさに切ってという形ですね。4分の1にカットしたんですけれども、これねそのまま火入れるとばらけるので、串かなんかを打っておいてあげると火を入れてもばらけませんので、串かようじかね適当にね打ってあげてくださいと。でここからねそれぞれの食材を下茹でしたりアク抜きしたりしていきますと。まずは卵ですね。卵は、今回はね半熟卵に仕上げたいので、水から茹でて、沸騰してから8分ほど火にかけて、そこから氷水に取りますと。時間になったらこちらね、氷水に落とします。殻を剥いて水にさらしておくと、この卵のね硫黄臭さが抜けるので、他のね下準備してる間、水にさらしておいてくださいと。続いて大根ですね。
大根はね、意外とアクが強いので、お米のとぎ汁、なければお米を入れて、このまま10分から20分ぐらい、下茹でしていきますと。はい、で、今で15分経ちましたと。そうしたら大根にね火入ってると思いますんで、こちらもね水にさらします。でこれねなんで水にさらすのかというと、水にさらすとねこのお米のぬか臭さが大根から抜けるっていう理由でさらしてますね。こんにゃくですね。こんにゃくはね結構こんにゃく臭さが強いので、まずはね塩で軽く揉みますと。で時間経つとねこういった形でこんにゃくからね水分抜けてくると思うので、こんにゃくの場合はね塩洗い流さずそのままね、お湯で茹でてしまいますと。2、3分ね経てばこんにゃくのこの臭みは抜けていると思いますので、そうしたらざるにあげますと。でこんにゃくの場合はねこの後水にさらさずにおか揚げといってこのままねざるに置いたまま粗熱を取っていきますと。そうすることでね味の染み込みが良くなるという利点があるので、こういった処理をしますね。はい、続いてこちら手羽元ですね。手羽元はこれね塩1つまみ、加えたお湯で40秒ほどね湯引きしてでアクと臭みを抜きますと。おでんってねなんとなく具材を切ってだしで煮込むだけっていう簡単な料理のイメージがあると思うんですけれど、こうやってね下処理をしっかりしてあげると本当にねそれぞれ一品一品が煮込み料理ではなく一品料理として味わえるような美味しさがあるので、手間ではあるんですけれどね、こうやって下処理してあげると美味しく食べれるんじゃないかなと僕は思いますんで。続いてさつま揚げですね。さつま揚げはねこれ熱湯に10秒ぐらいね通してあげると余分なね表面の油が抜けてさっぱり食べられますんで、これねあんまり長くやりすぎると旨味が抜けてしまうんで手早くね、油抜きをしておか揚げにしてくださいと。最後わかめと玉ねぎですね。わかめ玉ねぎねこれそのままおでんに入れてしまってもいいんですけれど、僕の場合はね玉ねぎそのまま入れるとちょっとね玉ねぎの味がだしに強く出すぎるかなと思うので、玉ねぎだけね、20秒ぐらい、おか揚げにしますと。この辺はね好みなので玉ねぎの味強く出したい場合は、生のままね、最後鍋に入れて煮てくださいと。食材の下処理ができたらここからねいよいよおでんを炊いていきますと。これ土鍋ですね。土鍋にだしを注ぎますと。でだしはねもちろんお好みで構わないんですが、今回はね、かつおだしとしいたけのだしと同割りで用意しましたので、そこにお酒ですね。こちら薄口醤油、それとお塩ですね。まずはねこちら手羽元を入れて火にかけますと。そしてねここでね具材を全部入れて火にかけたくなってしまうんですけれども、食材というのは火を入れれば入れるほどねどんどん味がこっちの出汁に抜けていくので、食材のね味をしっかり残したかったらこうやってねバラバラに食材を入れて、最適なね火の入れ加減にしてあげるっていうのが、美味しく食べるポイントですかね。手羽元入れてねこういった感じでグツグツ沸かして、多少なりともねアクが出るかとは思うので、そしたらアクをすくい取りますと。僕の場合はねおでんっていうのは沸かすのは最初のねこの肉類を入れた時だけで、あとはもう弱火に落としてね80度から90度ぐらいの温度で、グツグツねゆっくりと煮込んでいくっていうイメージですかね。で続いて大根入れますね。大根と、こんにゃくですね。あと玉ねぎ、この状態でね、10分ほど火を入れていきますと。10分ほど経ったら、
今度ここにね、さつま揚げ入れていきますと。ここから、さらにね10分ほど火を入れていきますと。さつま揚げ入れて10分経ちましたと。でそしたらここでね一旦火を止めて、でこのままね蓋をしてゆっくりと冷ましながらこのね食材に味を入れていきますと。半熟卵とわかめはいつ入れるのかと言いますと、半熟卵は熱いところに入れると火が入ってしまうので、おでんの出汁を冷まして冷めたら入れますと。でわかめに関してはこれは食べる直前にね一度温めるので、その時に入れて一緒に食べるといった形ですね。火を止めて2時間ほど経ちましたと。そうしたらここにね、半熟卵入れて味を染み込ませていきますと。なので、おでんというのはね、簡単にできるようで、実はね味を入れたり素材の下処理をしたりで結構ね手間のかかる料理と。でもちろんねこれね、素材準備して一緒にねグツグツ炊いてっていう作り方もできるんですけれど、最近はねコンビニなんかでもおでんって売ってたりして、コンビニのおでんもかなり美味しいので、せっかくね手作りするんであればね、コンビニで買うおでんよりも美味しいおでんが作りたいなと思うので、これぐらいね手間をかけてもいいんではないかなと。で卵を入れたらね、だいたい3時間だとかそれぐらい置けば卵に味が入ると思いますので、なので夜に食べるんだったらお昼ぐらいから作り出すといいんではないかと。はい、そしたらここからね、また味を染み込ませていきますと。おでんっていうのは、なんとなくね関西のもののイメージがあるんですけれど、もともとは関東炊きっていうね、関東の料理と、それがね西の方の、最近は醤油ベースというよりはこのおすましというかね、出汁をしっかり効かせた、薄味のおでんが流行っているので、なんとなく関西の料理っていうイメージが浸透してるって形ですかね。はい、で、今で卵を入れて3時間ほどですかね。3時間ほど経つとこうやってねうっすらと卵に色がつくんで、これね壁に当たってる部分なんかはこうやってちょっとね色が入りきらなかったりムラができてしまっているんですけれど、これでね大方味は入っているかと思いますので、そしたらあとは、食べる時にね、火にかけて温めて、この時にそのまま火にかけるとせっかくね卵半熟に仕上げたのにここで火が入ってしまうんで、卵は取り出しておきますと。最後火にかけて全体が温まったら、卵ね戻し入れて、こちらわかめですね、わかめも間に入れて、これで5分ぐらいね卵とわかめを温めたら完成。はい、ということで今日は、おでんの作り方でございました。でこれもちろんね鍋のままここからね取り分けてみんなで食べてもいいですし、ここまでねしっかり出汁を引いたり下処理をして作ったのであれば、それぞれね一品料理として食べても美味しいので、一品一品盛り付けてあげてもいいですしと。この辺は、好みでお召し上がりくださいと。でねおでんといえばからしも合いますし、あとはね柚子なんかを刻んでね添えてももちろん美味しいですし、七味なんかをね振っても美味しいですし、あとこちらは柚子胡椒酢ね添えても美味しく食べられますしと。なのでねこの辺からしだけでなくて
いろいろね薬味を添えて楽しんでみてはいかがでしょうかと、おでんの作り方でございました。